僕の部屋にお帰り NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。この番組は NCT127 のゆうたが僕の部屋に皆さんをお招きしたようなアットホームな雰囲気でお届けしていきます。皆さん今年のクリスマスはいかがお過ごしでしょうか？どう過ごします？やっぱさ、この季節近づいてくるとさ、僕も27歳になりましたけど、やっぱね、未だにこのファンタジーが抜けないのよね。人肌寂しくなるし、本当に寒くなってくるしでさ、なんかこう遊園地とか行きたいね。みんなどう過ごすんだろうね、今年のクリスマスとか。ちょっと今思い出したけど、クリスマスにあった恋バナとか聞きたいな。心だけでも熱くなりたい、温かくなりたい。皆さんなんかぜひクリスマスにあった恋バナじゃなくても、クリスマスにあった温かい出来事とかね、信じてもらえないけどこういうことありましたみたいなエピソードあればちょっと教えてほしいですね。それでは今週の1曲目をお届けしようと思います。 NCT127 で Tasty。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。まずはですね、ゆうた作文のコーナーですね。久しぶりですねこれね。ゆうたの3文字を使ったあいうえお作文をリスナーの皆さんから募集していますが、いただいたゆうた作文の中から僕ゆうたが選んだ1名様には番組ステッカーをプレゼントします。では早速ね、皆さんのゆうた作文を紹介していこうと思います。ラジオネームバタローさんのゆうた作文。どっちなんやろな、バタローかバタローかな。バタローさん、ゆうた作文。ユンする聞きながら、海で入り散るのみんなと黄昏たい。それないいよね、ユンするって黄昏ちゃうよね。俺も今回のね、韓国の、ザ・リンクプラスでユンする歌ったんですけど、ゴルトダスね歌ったんですけど、あの時ファンのみんながさ、携帯のスポットライトをさこうつけてくれて、こうみんなでこう見せてくれたんだけど、スポットライトといい、このユンスルのねメロディーといい、メンバーのね綺麗な声といいで、すごいこう黄昏ちゃったよね。あの時俺目つむってたもん、1分ぐらいずっと目つむって、寝ちゃいそうって思うぐらいすごい雰囲気が良くて、確かにね、海でねみんなと黄昏たいね。ちょっと今行ったら寒いかもしんないけど、今ちょうどいいのかな、逆にね、秋だからちょうどいいのかもしれないね。確かにね、ありっすね。続いてネイリパのマナさんのゆうた作文。YouTube うちの履歴は辿っていっても全部入り散る。ほんまか確かめに行くぞ。浮気しとんちゃうかって思うよね。やっぱ疑っちゃうよね。それ冗談ですけど、ありがとうございます。韓国と日本で会うことがなかなかできない距離だからこそ、YouTube のいろんなコンテンツなど、メンバーのみんなを見れてすごく嬉しいし感謝しています。これからもずっと応援してます。確かにね、最近は僕らもね、最近はっていうかもうずっと前からなんですけど、コンテンツ撮影とかにもねすごく力を入れてるグループの一つだと思うんですけど、やっぱりねこう会えない時間とかがあるから、やっぱね今の時代 YouTube、SNS もそうだけど、やっぱねフル活用していくってことはすごく大切なことだと思うし、やっぱねこういう韓国と日本で会うことができないけど、この YouTube のねいろんなコンテンツでメンバーのみんな見れてすごく嬉しいっていうねメッセージをいただくと、やっぱコンテンツもねしっかりやっていかないといけないんだなって思いますね。ネイリパラマナさん、メッセージありがとうございました。続いてユタドンの辛みを切実に求めてるたこ焼きさんのゆうた作文。ゆうたくん、マークもいいけどウリマンネヘちゃんのこともたまには可愛がってあげてください。いやこれみんなに一言言いたいのは、俺マークをやっぱさ、みんながいる前でマークって言ってるけど、いない時は結構俺ヘちゃんと結構喋ったりしてるし、もちろんヘちゃんも俺にとってはすごい可愛い弟だし、すごい愛嬌もあるし、すごい可愛がってんのよ。でもさ、なんだろう、自然とこうカメラ回ってる時はやっぱね、そうね、マークに行っちゃうんだけど、同じぐらい好きだし、同じぐらい大切だし、だからね、たまにさ、いやあるのよ、ヘちゃんのことも可愛がってあげてくださいよみたいな。でもすごく可愛がってるよ本当はね。カメラ回ってない時はもういつもヘちゃんって言ってるから俺。だから心配しないでください。最後はね、ラジオネームかよさんのゆうた作文。ゆたでれら、うっかり飛ばしたその靴は大丈夫だった。いや、これは僕が聞きたいです。みんな大丈夫だった？当たってなかった？そう俺さ、いつからかさ、こうやっぱ初めの頃はボールをね遠くの人に飛ばしたいと思って、
こう、剛速球で投げてたわけね、俺。なかなかやっぱさ、自分の、腕ではさ、限界があるわけ、腕力では。で、俺サッカーやってたなと思って、思い出して、キック力は多分みんなよりあるから、キックやったらもっと飛ぶんじゃねって思って、蹴らしてもらったんですけど、靴とね、一緒に飛んでしまって、本当にその説は、どうもすいませんでした。はい。めちゃくちゃ心臓バクバクした。俺だってマジで、暗かったやん、野外で。暗かったから、もしかして気づかんくて、頭とか鼻とか当たって俺だどうしようみたいな思って、すっげえ内心ドクドクしたから、本当にごめんなさい。次からは、蹴る前に、しっかり靴紐を締めてから、ボールを蹴ろうかなと思っております。はい。そうね。マークが靴持ってきてくれたんやけどね。それもね、シンデレラっぽかったね。ということで、ゆうた作文のコーナー、たくさんの投稿ありがとうございました。ということでですね。そうね、今回のゆうた作文はね、どれにしようかな。かよかよさんにしよう。かよかよさんのゆうたデレラ、うっかり飛ばしたその靴は大丈夫だったというね、ゆうた作文にしようかなと思います。やっぱこれは、すごく自分も思ってたことだし、逆にみんな大丈夫だったって聞きたかったし、なのでね、かよかよさんのゆうた作文に選ばせてもらいました。ということでですね、引き続きゆうたの3文字を使ったゆうた作文をお待ちしてますので、皆さん、メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージフォームから受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でゆうた@homeです。さてですね、続いては今週の偉いです。皆さんからの褒めてメッセージに僕ゆうたが全力で褒めまくります。では早速、ラジオネームまみさん。ゆうたくんに褒めてもらいたいことがあります。それは娘を出産した時から毎日日記をつけ続けていることです。出産で病院に行った時にミルクの量や体重、おむつ替えの回数などを書くように教えてもらって書いていましたが、いつまで続けていいのか分からず、2歳を過ぎた今でも日記を書いています。ご飯は何を食べたか、お昼寝はどれくらいしたか、その日にあった出来事などを書いていて、時々面倒になる時もありますが、日記をつけることで体調管理もできるし、娘の成長を振り返ることもできていいかなと思っています。いつまで続くかわかりませんが、ゆうたくんに偉いと褒めてもらいたいので、俺これめちゃくちゃ偉いと思います、まみさん。めちゃくちゃ偉いし、僕ね、たまに、それこそ誕生日だったじゃないですか。で、毎年、母親からね、ちっちゃい時の写真とか送られてくるんですけど、それこそ、僕の母も、こういう感じで書いてくれてて、写真をね、一つ一つ何々があって、今日どこどこでどこどこ怪我してましたみたいなのを書いてくれてて、なんかね、それを、今になってこう見返すと、すげえ愛されてたんだな、俺って思うし、その写真見ると、なんか、その時のことを思い出したりもするしね、5歳。俺の母は結構日記をつけてくれてて、もうすごいあるのね。10冊ぐらい、こんな太いやつが10冊ぐらいあって、その10冊ぐらいを全部こう書いてくれてるのね。なんかそういうのって、子供からするとすごい嬉しいんだよね、やっぱり。こんなに愛されてたんだなって。記憶ないじゃん。2歳とか1歳とかの時ないけど、その時の、一緒に写ってる写真のさ、微笑ましい様子とかをさ、見るとさ、こう、俺なんか特にこう、普段会えない状況で、こう、ね、顔見ることも機会もないから、そういう1年に1回そういうことを、なんか写真とか送られてくるんだけど、そういった時にすごく感じるね。俺、すっげえ愛されて育ったんだなって、親孝行しないとなって、その時に思う。だからこれはね、マミさん絶対続けた方がいいです。続けたら、後々見返した時にすっごい感謝されると思います。感謝されるし、多分なおかつやっててよかったと思うと思います。これはね、すっごい偉い。絶対続けた方がいい。ということで、ラジオネームゆうちゃんさん、次行きたいと思います。ゆうたくんただいま。私は大学2年生で和太鼓部に所属しています。和太鼓部。先日、学祭のステージで初めて人前で発表してきました。初めてのステージでとても緊張しましたが、演奏し始めるとノリノリに見てくれるお客さんがいたり、拍手のおかげでとても楽しく演奏することができました。ゆうたくん頑張ったので褒めてください。体に気をつけて2022年入り散ると私も走り切ります。そうね。残りわずかだけどね、怪我もないように2022年ね、しっかり締めくくりたいね。偉いっすね。うん。やっぱね、初めてのステージっていうのは、未だに覚えてるもんね、俺も。ルーキーズ賞かなとか言ってるの覚えてないね。でも、練習生の前、
それこそね、僕ら評価会とかもうすごいたくさんあって、その時初めてね、舞台立った時の緊張感みたいなのね、すごく未だに覚えてる。もう足ガクブルだったし、声も出てないけどやんないといけないみたいなね。でもね、やっぱね、こう、良かったと思いますよ、ゆうちゃんさん。こう、もし初めてのステージとかでお客さんのノリ悪かったりとかした時のトラウマ半端ないからね。だからね、俺これ、ゆうちゃんさんももちろん偉いと思うんだけど、こう、やっぱね、俺最近思うんだけど、ステージって、やっぱね、みんなで作り上げていくもんだと思うのよね。もちろん、僕らもね、こう、一生懸命準備するんだけど、最近さ、こう、ちょっと、俺、コンサートの時も言ったんだけど、やっぱね、SNS が発達しすぎちゃって、みんなね、こうやっぱ携帯越しで見るじゃん。そうなると、こう、もちろん見に来てくれて嬉しいんだけど、なんかそこじゃないんだよねってたまに思っちゃうんだよね。やっぱ、フェイストゥフェイスでさ、しっかり会えるこの時間をさ、すごい共有したいタイプだし、俺は。だから、なんか話がちょっとそれちゃったけど、すごくだから初めてのステージはこうノリノリのねお客さんでよかったんじゃないかなと思います。なので和太鼓ね、これからも頑張ってほしいなと思います。それではここで一曲をお送りしようと思います。ニルバーナで Smells Like Teen Spirit。お送りしたのはニルバーナで Smells Like Teen Spirit でした。皆さんからのメッセージをここで紹介しようと思います。ラジオネーム中本彩乃さん。ゆうたくんただいま。最近寒暖差のせいかくしゃみをすることが多くなり、くしゃみをするたびにくしゃみの仕方がお母さんに似てきたなとふと思います。ゆうたくんは何か自分がこの人に似てきたかもってことや、逆にこの人自分に似てきたんじゃねみたいなことありますか？よければ教えてください。ゆうたくんとっても大好きです。ありがとう。また日本でお仕事ありますように。ね、いつも応援してますというメッセージいただきました。ありがとうございます。それこそ誰かに似てきたなじゃなくて、この前ハイドさんとインスタライブした時にちょっと2人似てるって言われた時は嬉しかったですね。雰囲気似てるって言われたのは嬉しかったかもしれないけど、誰かに似てきたっていうのはあんま感じないかもね。しかも誰かが俺に似てきたっていうこともないしな。メンバー思い返してもね、うちらやっぱ一人一人さ、全然こう好きなものも違えば見るものも違うから、一緒にいても似てくるっていうことはまずないんだよね。でもマークが最近なんか髪型俺に寄せてきてんのかなっていう襟足ね。てかこれ言いたいんだけど、 K-POP で長髪ブーム作ったん俺やろっていう。独りよがり、それ俺の絶対そうやと思ってんねんけど、俺わからんけどやと思ってます。はい。じゃあ次行きたいと思います。ラジオネームメアリさん。ゆうたくんただいま。ニューアルバム2バディーズを鬼リピして聴いています。ありがとうございます。今回も韓国語のタイトルの曲が数曲ありますが、意味がわからないときはどんな歌かを知りたくて調べています。ゆうたくんがこのラジオで説明してくれてたユンする水面に光が当たってキラキラしている様子を表す言葉って素敵ですね。素敵やねこれね。一発で記憶に残りました。ゆうたくんパートでイゲサランイルカの部分も大好きです。俺も好きそこ。韓国語の新しい単語をなかなか覚えられなかったのですが、ありがたいことにイリチの歌だと記憶に残ることに気づきました。メアリ、ヤマビコ、なっちゃん、昼寝、夜ん晩夏休みなどなど、これからもイリチの歌で知らない韓国語を覚えられたら嬉しいです。ゆうたくんいつもたくさんの喜びや幸せをありがとうございますというメッセージいただきました。いやでもね、僕らのおかげではなくてね、メアリさんのね、僕らのことを好きでいてくれて、なおかつ韓国語をねこう覚えたいっていう気持ちがあるからこそね、やっぱこう覚えられることだと思うので、これからもね多分ねいろいろこうメアリーさんのまだ知らないね韓国語の入った歌とかがたくさん出てくると思うのでね、これからも皆さん僕たちの曲を聴いて韓国語を勉強してほしいなと思います。ということで、メッセージありがとうございました。ここで一曲、曲を紹介しようと思います。 NCT127 でデザイナー。NCT127 ユータのユータアットホームをお聞きの皆さん、たまたまラジオでこの番組を聞いてくれている皆さん、この時間はインター FM だけのスペシャルコンテンツです。今月もゆうたの一問一答質問が書いてありますので、それにすぐに答えていきます。じゃあ Ready Go。 今一番欲しいファッションアイテムは、ゴールドの指輪、ゴールド系のアイテム。
サッカーで決めたいゴールはどっち？強烈ミドル、華麗なボレー。華麗なボレーだな。華麗がいいね、やっぱり。華麗な方が好き。寝る時の姿勢はうつ伏せ、横向き、大の字。仰向きです。ここにはない。だからということで、ゆうたの一問一答、来週も答えていきます。それでは引き続き NCT127 ゆうたのゆうたアットもお楽しみください。 NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム。ゆうた at home。今週の NCT127 ゆうたのゆうたアットホームいかがだったでしょうか。最後にこの方のメッセージを紹介しようと思います。ゆうた兄さん、何してるさん、12月になったら14年ぶりに友達と、渡韓します。コーヒーがすごく好きで毎日飲むのですが、韓国でゆうた兄さんのおすすめのカフェやコーヒーがあったら教えてほしいです。これからも応援してます。ファイティンというメッセージいただきました。ありがとうございます。おすすめのカフェか。そうね、おすすめのカフェ。てか、それこそ、韓国ってすごいカフェあるから、最近はロデオのところのカフェ、名前忘れちゃったんだけど、よく行くカフェがあって、でもね、最近ロデオまた熱くなってて、それこそカフェとかすごいたくさんあるから、ゆうた兄さん何してるさんもね、14年ぶりに韓国に行くということなんで、ロデオに行ってくれれば多分、一通り自分に合ったコーヒーが探せるような気がします。ということでですね、ロデオに行ってみてください。ということで皆さんの声をこれからもどんどん僕に届けてください。メッセージは OD 内にある番組ホームページのメッセージホームで受け付けています。ツイッターのハッシュタグは英語でゆうたアットホームです。それではお別れの時間となりました。NCT127 ゆうたのゆうたアットホーム DJ は NCT127 のゆうたでした。次回も僕の部屋に遊びに来てください。それでは皆さんバイバイ。One of a kind, 파급은 나, look in my eyes, yeah. 내가 그린, 기린 그림 속에서 모여. 창밖을 봐, 문을 열어, 바로 지금, yeah. I gotta go, 시간은 go, we are the next, yeah. We pulling up and we're cutting the line. 붙지 않아, it isn't mine. Timing 맞춰서 보이는 sign. Open the keys, open the mind. Too fast, you, 움직임은 blues clues. Everybody jealous, 따라 해보든가 누구. 위험한 생각에 맞서봐. 이번엔 피하지 않은 날. Let's get away right now, 더 빠르게, yeah, yeah. 그려 내 모습을 마주하게 Zero to back on the highest bid 가는 길 앞엔 아무도 없지 내 삶은 나를 위한 고속도로에 Fill up the tank, put the gasoline in me, right Too bad it's one Porsche Too bad it's one Porsche 몰라 난 너가 뭘 아는지 있는 그대로의 모습 I don't matter Too bad it's one Porsche Too bad it's one Porsche 너가 날 본다면 알잖아 우린 같이 on stage of a rainbow shade Show me, baby, what's your style? 최고로 느껴본 다음 너의 세상은 달라질 거야. You gon' wanna come on wow 다른 거 필요